こんにちは。こんにちは。今回は薄暗いプレイリストはお好き？です。初めて聞いた人はわけわからない話ですね。どういうことでしょう？イルルさんはどうなんですか？どうって？薄暗いプレイリストはお好きですか？なんかプレイリストって Spotify とかのプレイリストだよね。薄暗い曲っていうのは暗めの曲を集めたプレイリストってこと？そうに決まってるじゃないですか。めぐるはAmazon Music ですけどね、とにかく自分で好きな曲をリストに入れられる、それがプレイリストですよね。でそれが薄暗いの集めてないかって聞いてるんですよ。なんか薄暗いってすごい悪意を感じる言い方ですよね。でも暗めの曲が聴きたい時ってありますから、一概に悪いわけじゃないですよね。イルルさんはいはいめぐるの言ってる薄暗いプレイリストってこういうことなんですよ。はい。彼に彼女ができちゃった、ドーン、彼に音信不通にされちゃった、ドドーン彼が遠くに引っ越しちゃった、ドドドドーンみたいにね、彼に関して自分にとって良くないと思うことが起きたとするじゃないですか。その時ですよ、薄暗いプレイリストに入れ始めるんです。そういうことか。彼のことでこんな嫌なことがあった、こんな辛いことがあったって思った時、確かに薄暗い気持ちになりますよね。その薄暗い気持ちをかき集めることをプレイリストに例えたわけですね。そうです。彼に彼女ができちゃった薄暗いプレイリスト1曲目、彼に音信不通にされちゃった薄暗いプレイリスト2曲目、彼が遠くに引っ越しちゃった薄暗いプレイリスト3曲目こんな感じで何かあるたびに薄暗いプレイリストに追加してみてくださいよ。すんごい重すぎるプレイリストがあっという間に30曲にはなりますよ。確かにそうですね。潜在意識はそう思うからそうなる。これを恋愛に当てはめると、彼とラブラブって思うから彼とラブラブになるとなります。で、彼とラブラブと思いを決めるだけなのですが、思いを決めた後で現実には彼が冷たかったなどのあれこれがあると、たちまち思いにはいられず現実に翻弄されがちになってしまうんですよね。彼が冷たかったっていうのも自分の感想に過ぎないんですけど、でも一旦冷たいと思ったら最後、冷たいってことは私のことなんてもうどうでもいいのかな、冷たいってことは他に好きな人でもできたのかな、冷たくするなんてひどい、冷たくする彼なんて最悪などなど、もうぐるぐる思考が止まらないわけですよ。で、そのぐるぐる思考に陥った数々の気持ちが、もう私なんてどうでもいいの1曲目他に好きな人でもできたの泣く2曲目、冷たくするなんてひどいじゃない3曲目、冷たくする彼なんて最悪4曲目という感じで、次々とプレイリストに追加されることを想像してみてください。どうですか？どうって、やっぱりそういうプレイリストは聞いていて暗くなりそうだよね。だから薄暗いプレイリストって言ってるんですよ。なんかやだね。だってさ、自らが薄暗いプレイリストをせっせと集めるんでしょ？そうですよ。そこはポイントですよね。薄暗いプレイリストをせっせとかき集めるのは自分なんです。彼じゃない、親じゃない、友達じゃない、自分がやってるんですね。そうなんだよね。現実の彼の言動のしかも悪いところばっかり切り取ってそれをプレイリストにするなんて、もうだったらどうせなら彼の言動のいいところばかり切り取るプレイリストにすればいいのにね。そこですよ、イルルさん。薄暗いプレイリストをせっせと集めることができるなら、明るい希望に満ち満ちたプレイリストをせっせと作ったっていいわけなんですよ。ほらね、パーって輝いてきたでしょはい。
明るい希望に満ちたプレイリストって言葉の響きからいいもんね。そうなんですよ。でもね、薄暗いプレイリストを作り続けてきた人は、まあまあ頑固に薄暗いプレイリストをこの先も作り続けたがるんですね。例えば彼から半年ぶりに連絡が来たとするじゃん。で薄暗いプレイリストをせっせと作ってると、彼からせっかく連絡が来ても、連絡来たけど彼女ができたって報告だったらどうしようとかさ、連絡来たけど暇つぶしだったらどうしようみたいにね、自分にとっていいはずのことも、瞬時に都合悪く変えて、結局は薄暗いプレイリストに追加していくんですよ。それはすっごいわかりますね。彼と会えることになってもそうだよね。会えることになったけど遊ばれて終わるんじゃないみたいに悪く捉えるというか、もうそう考えると本当に自分がわざわざ不都合な方に持ち込んでいってるっていう感じだよね。そうなんです。まさに薄暗いプレイリストを増やし続けていってるわけです。確かにわかります。薄暗いプレイリストがこんなにもたくさん溜まってきたらさ、薄暗いだらけにしたくなりそうじゃないですか。いやいや、薄暗いだらけにしたい人はいないと思うよ。いや、でもそういうことを無意識にしてる人は多いんですよ。でもその薄暗いプレイリストは集め続けてきたけど、そんな必要なくない？そもそも私の思いって彼とラブラブなんだよね。彼とラブラブな人がなんで薄暗いプレイリストを集めなきゃいけないの？こんな風に思えたその瞬間、薄暗いプレイリストはここまで集めてちょっぴり寂しいけどさようなら。今この瞬間から明るい希望に満ち満ちプレイリストを作り始めればいいんですよ。そうだね。彼とラブラブって思いを決めた時点で、すでに希望に満ちたプレイリストは作られ始めてるよね。そうです。彼とラブラブ嬉しいな1曲目。彼と毎日いろんな話できて楽しいな2曲目。彼と旅行に行って最高だったな3曲目っていう感じでさ、気が向いた時に彼のことを思い出して、こんな風に自分にとっていいことが思い浮かんだら、明るくて希望に満ちたプレイリストに追加していけばいいんですよ。そうだよね。現実の彼の言動云々はどうでもいいから、そうじゃなくて自分の思いや自分と彼の在り方にまつわることで、自分が思い描きたいことをプレイリストにしていきたいよね。そうそう、今回の話って比喩が含まれていますから、本当にプレイリストを作れとかそういうことではないんですよ。わかると思いますけど。そうですね。でもわざわざ薄暗いプレイリストを作る必要はなかったっていうこの感覚はわかる人はわかると思います。だといいんですけどね。はい。というわけで今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。